武人文様彫金大香炉。明治10年第1回内国勧業博覧会に出品されたこの作品は、日本の金工を代表する秀作の一つです。作者は名工横山弥左衛門。翌年この作品はパリの万国博覧会にも出品されました。明治期、これら日本の代表作は海を渡り、パリ万博をはじめとするさまざまな博覧会で高い評価を受けました。それらの金工作品を多く生み出した産地が銅器の町高岡だったのです。高岡銅器の歴史は、加賀藩2代藩主前田利長が高岡の町を開いた後、7人の鋳物師たちを砺波郡西部金谷から高岡に招いて特別の保護を与え、現在の金谷町に鋳物作業所を開かせたことに始まります。当初は家庭用品の鍋や釜、農機具など鉄鋳物が中心でしたが、江戸中期頃から庶民の生活文化の向上などによって銅器の需要も増え、銅鋳物も盛んに行われるようになりました。特に仏具などは寺院に限らず一般家庭にも普及します。幕末から明治にかけ、時代に応じた製品が問屋によって開発され、火鉢や花瓶、置物などが大衆に受け入れられてゆき、年を追って全国各地へ販売されるようにもなりました。明治期になると蝋型鋳造の技術が広まって、技術力はさらに向上します。高岡銅器は万国博覧会の出展を機に世界にも紹介され、美術工芸品として輸出されるなど確固たる地位を築きました。その後、明治27年富山県工芸学校が創設され、ますます鋳造彫金などの技術が高まります。着色技術では改良も行われ、少しずつ分業体制が敷かれていきました。さらに大正2年には富山県工業試験場が新設されたことによって、従来技術の改良と新しい技術の導入が図られ、量産が可能になると高岡銅器は一大飛躍して、今日のような銅器産業が盛んになっていくのです。しかし日華事変や第二次世界大戦により、原材料や労働力などの不足に伴い生産の縮小を余儀なくされたものの、戦後はアルミ鋳物による鍋、釜、火鉢など生活必需品の生産が増え、その後銅鋳物も徐々に復活していきました。新技術の導入や新製品の開発という地元の努力に加え、我が国の高度経済成長路線に乗って高岡銅器産業は飛躍します。昭和50年には国の伝統的工芸品の産地指定を受け、400年経った今では日本のみならず世界に誇れる銅鋳物産地として、インテリア小物から屋外のブロンズ像まで幅広い銅製品を手掛けています。高岡銅器の代表的な鋳造方法としては、蝋型、焼き型、層型、生型の4つに分けられます。蝋型はミツバチの巣から取った蜜蝋に松ヤニを煮合わせたものや、石油系のワックスで原型を作ります。この蝋原型を芋の土、マネで包んで鋳型を作り、これを焼くと蝋の原型が溶けて隙間ができます。
そこへ溶かした金属を流し込むと原型と寸分たがわない鋳造品ができます。繊細な形や作者の意図を的確に表現することができる鋳造法です。焼き型は芋の土で作った鋳型を高温で焼いて水分を取り、その型の中に溶かした銅などを流し込む鋳造法です。鋳型の作り方や分割方法、組み立て方、焼き方などに高度な技術と熟練が必要となります。しかしこの技法は木彫や石膏の原型から鋳型を作って鋳造することができて、銅像や仏像、美術工芸品を作るには最も適した鋳造法です。細かいところまで型が取れ、仕上がりもきれいです。総型は引き型という型番を回転させて鋳型を作る鋳造法です。引き型を回転させて外型を作り、外型と中子の隙間に溶かした金属を流し込んで作る方法です。古くからある鋳造法で、鍋、釜など円筒形や円錐形など回転体の形状に適しています。盆栽、茶釜、火鉢、花瓶などを作るのに今日でもこの技法が用いられています。生型は木製や金属製の上下からなる型枠の中に水分を含んだ砂で鋳型を作り、その中に溶かした銅合金を流し込む鋳造法です。砂型を焼かずに押し固めて作るため生型と言います。簡単な形のものを一つの型枠で短時間に何度も作れるので、経済的で量産に適しています。高岡では花瓶や置物などの工芸品や仏具から建材に至るまで幅広くこの鋳造法で作られています。高岡銅器は数多くの工程を経て完成品となりますが、一般的には原型作り、鋳造、仕上げ、彫金象嵌、着色などそれぞれ専門とする技術者によって分業で行われています。それでは古い歴史を持つ総型鋳造の製作工程を見てみましょう。まず図案の作成から始めます。図面に美しく使いやすい形を考えます。同じやもんな。続いて側面の曲線を金型に切り、引き型を作ります。次にマネ引きと呼ばれる芋の砂で引く作業を行います。粗マネ、中マネ、仕上げマネと芋の砂で傷のないようにきれいに外型を引いて仕上げます。今度は中子型に芋の砂を詰め、乾燥させて固める中子作りの作業に取り掛かります。外型より肉厚分だけ小さな型、中子を作ります。そして外型と中子を組み合わせる型合わせを行います。るつぼで銅や鈴などの材料を溶かします。そしていよいよ溶かした金属を鋳型に注ぎます。
鋳型に流し込んだ金属が冷めると型ばらしを行って鋳物生地が出来上がります。我々も伝統を作ってると思うんです。でただ昔のやり方をそのままではなしに、安くより良いものをというのはやっぱ職人の目指さないかんところなんでしょうね。でそこいらで改良を加えていくと、どう改良を加えるかということが難しいのかなと思います。その後グラインダで金属の表面を削り仕上げます。さらに透かし模様や取っ手の耳などの細部はヤスリや線で仕上げます。鋳物全体を磨き上げ生地が完成するのです。仕上げとは数十種類ものタガネや線を用いて鋳造後の不要な部分を取り除いたり磨いたりして製品にしていくことです。原型の雰囲気や特徴をよく理解し、原型に忠実に仕上げることが大切で、優れた技術や豊富な経験が必要です。なんかまた良くならんかなと、もっといいものにならんかなと、そういうことを思いながら仕上げていくことでね、そういう気持ちでやっぱ仕上げていかんと思いがならに、するとお客さんの立場、あるいは注文主の立場になって仕上げるということ、それが一番大事なのかな。仕上げが終わると金属の表面を加色します。高岡銅器の伝統的な加工法の一つに、金属の表面をタガネで彫ったり叩いたりして模様を作る彫金があります。彫金師が独自に工夫した多種多様のタガネで無地の金属表面が模様付けされ、鋳物に命が吹き込まれていきます。彫金技術としては毛彫り、蹴り彫り、片切り彫り、透かし彫り、すき彫り、高肉彫り、獅子合彫りや象眼など多くの技法があり、それらを組み合わせ斬新で綺麗な作風も生まれています。象眼とは金属の表面を彫って別の金属をはめ込む技法です。一般的には銅製品に金や銀、白金や赤銅などをはめ込んでいきます。象眼技術の種類としては平象眼、高肉象眼、線象眼、布目象眼といろいろあり、それぞれに持ち味があって花瓶や置物、小物、アクセサリーなどに施されています。
まずテーマを決めるってことね。でやりたい平成から平素からやりたい仕事、やりたい図案、衣装、そういうものをやっぱり絶えず考え、思案の中に巡らしとるってことね。それからイメージを膨らましてこう現物に移していくと、それが一つの苦心でもあり楽しみでもあるわけですね。雅なもんと言いますかね、手に持って触ってみたいとかね、そういうぬくもりのあるものをやっぱり好んで図案にしよう衣装にしよう心がけてやっとるんですけどね。着色は銅器製作の最後に行う工程で熟練を要する作業です。銅器は古くから腐食の防止と製品の化粧を兼ねて表面を着色して使われています。伝統的な着色法にはお歯黒、いぶし、焼き色、青銅色、荷色などがあります。これらの色は古代色とも言われ、製品の表面はさまざまな表情に生まれ変わります。例えばヨーロッパの方ですとブロンズ色とか緑青色、青銅色ですね、そういったものがほとんどなんですよ。もう高岡へ来ると、お歯黒を使ったりいぶしをやったり、その他いろんな青銅色、あるいは塗装と塗料と絡めていろんなカラフルな色をやって、世界ではちょっと見られないようないろんな表現をしておりますね、高岡の陶器は。これが世界に誇っていい技術じゃないかと私は思っていますけれどもね。今日高岡銅器が国内外から高い評価を得ているのは、優れた鋳造技術や彫金技術があることに加え、この着色において高岡独自の技術を開発し確立したことが非常に大きいのです。加賀藩2代藩主前田利長は城下町高岡の産業発展を図るため、芋野市に宅地を与え諸役を免除するなど、彼らを手厚く保護しました。その配慮地だったのが千保川左岸で、5カ所の芋の作業所を設け開業させました。そして銅器発祥の金谷町が誕生したのです。千本格子や袖壁の町屋が続くどっしりとした金谷町の町並みは、2階を低く抑えた落ち着きのある佇まいとともに、高岡銅器の歴史を残す風情が今も残っています。金谷町は9町名で、現在7つの自治会に分かれておよそ220の世帯が生活しています。高岡銅器が新しい時代にどのような形で伝えられ、どのように使われていくのか。伝統を受け継ぎながらも
新しい試みにチャレンジする日本一の銅器産地高岡。工芸都市の誇りを支えているのは400年続いてきた銅器の歴史と銅器作りの分業化によるスペシャリスト一人一人の高いクオリティにあるのではないでしょうか。